どうも赤です。どうも灰色です。黒マヨです。そうでしょ、だってそうよな、合ってますよね。間違ってはないんだけどね。違う、まあ服の入れで言ったんですか、じゃあ。ああ、なるほどなるほど。どっちも黒だったんでちょっと迷っちゃったかなってところなんですけど、私事でちょっと申し訳ないんですけど。はい、なんすか。乗りました、小池さん、小池君。おめでとう。ありがとうございます。本当におめでとう。おかげさまですよ。はい、取れたのも。これいくら入ってきたの。あ、これ確かに気になるところですね、それね。うわー、えぐい。いや冗談です、皆さん冗談です。はい、くれぐれも違うな。違う。くれぐれも早とちしないでください、皆さんね。おお、そんなんもうじゃあ高橋さんとそう倍ぐらい言ってるのかな。何言ってんすか。本当にやめてください、小池さん。皆さん冗談だから本当に。これがもう頑張ろうっていう感じです。これはでもね、本当にお金じゃないんですよ。そこですよ。栄誉なんですよ。これはもう本当に普通では無理なんで。乗れないですからね。本当にすごいことですよ。真ん中じゃないのにジャンプ本誌に乗るってどれだけのねことですか。思いましたよ。芸人さんみたいな感じですよね、なんか乗ってんのが。そういう感覚になったのかなっていう。ちゃんと印刷にマヨ乗ってよかったっすね。いや本当に綺麗な発色だったよ。多分両津勘吉以来よ、このマヨの感じ。皆さんもちょっとぜひね、のすけさんのに対しておめでとうコメントぜひね待ってます。いや本当にぜひ公式 YouTube チャンネルね、仲間の YouTube ご覧ください。ご覧ください。木曜更新。そうです、毎週木曜です。今回もですね、第1021話ということで、もう1000話超えてから21話も経ちましたか。そんな経っちゃうんですね。早いですよね、意外と。やっぱこの1000話から21話って飛び六方がね結構動きがあったように思うんです。そうなんですよ。今回はまさに決着1個つきましたよね、これのね。ロビンとブラックマリアの戦いが終結したのかなという感じでしたね。昨日ね、僕たちジャンプ界に結構喋ったんですよ。喋りましたね。それに上書きしてなんか深掘り出せます？いやもうそれジャンプに乗ってる人ですから。ジャンプに乗ってる。ほんまに全然違うよ。そのブランディングやばいから。僕もまあ分かりました。じゃあ言いましょう。仕方ありませんから。まずちょっとですね、僕一番気になったとこはロビンさんのヒガンテフルール、服を着ていないというところに僕注目したわけですよ。素晴らしい形態だなというふうに思ったんですね。一番上の一コマ後ろから見てて、あ、何も着てないなと。やっぱり前になった時どうなるんだってなった時、そこだから胸にですね線が入っちゃって、これ印刷ミスなのかってちょっと最初思ったんですけど、なんか修正されるんですよね、単行本で。例えばなんかトラブルみたいにさ、なるほどね、試験になってますよ。これマジでなんで服は今回ないのかな。着させようと思ったら別に着させれるんですよ。そうですよね。クエルポフルールの時は着てたんですよ。魚人島でやった時着てた。完璧同じ服装の分身がいたんですけど、今回はないんです。まあ夏だからね、開放的に。でしかも、このシーンにおいては髪の毛の後ろの結びはちゃんと再現されてるんで、布感はちゃんとあるわけだから。だから服着ようと思えば着れるっていうのは着れたわけですよ。思うんですよね。ブラックマリアもなんか晒し一丁みたいな格闘タイプの女なんで、その対比としていいんかもね。なるほど。あとは過去回想ですね、やっぱり。消息不明のサボも過去編でこういうふうに登場してくれるとちょっとねいいよねっていう。めちゃくちゃ良かったですね。めちゃくちゃ良かった。昨日は言えなかったんですけど、この過去回想がすごい好きな民だとですよ。あ、そうなんですね。ゾロとかもちゃんと戦いの大事なシーンでミホークの言葉を思い出したりするじゃないですか。ですね。そう、黒糖の時のくだりとかね。それのロビンバージョンって貴重だと思うんですよ。そう、確かにね。ロビンの過去を言うたらイコール辛いみたいなところがあったんで、今までは。でもちろんルフィもありましたね、レイビーとの回想のシーン。確かにほんと数コマなんですけど過去回想ってあるじゃないですか、戦いの中に。そうですね。フランキーとかもバルジモアのなんかこう見つけたなんかヤバいやつとかっていうのがパッて映ってやっと決着がつくみたいな展開にそれぞれがなってくのかなと思ったら、なるほど。なんかどれも楽しみじゃない。そうですよね。じゃあもしかしたら僕ら今太陽
陽の神ニカなんやねんということをね、このおしゃべりキャットフーズフーが言うたこの最大のあるとして思ってますけど、これもしかしてタイのお頭であるフィッシャータイガーがジンベエに語ってくれたシーンとかが回想に流れる可能性もあると。いやまさにまさに麦わらの一味の2年間の修行期間ってほとんど明かされてないんですよ。それ確かに確かに。なんかこういうところでまあなんか小出しにしていく戦法なのかなって。そうなんだよね。なんか本当に数ページプラス扉絵っていうなんかそう本当短いんだよね。そうっすよね。ね、ほぼ分かってないんで、こういうところ出てきてくるとありがたいなっていうところ。確かにな。でそこでコアラとサボにロビンが教わったのが魚人空手。いやそうなんや。まさか。いやもう出てきましたよ、魚人空手。びっくりしましたね。なんか響いたんですか、その魚人空手。でもすごい良かったなっていう。やっぱりこの革命軍と一緒に旅してたってことはもう分かってたことじゃないですか。でもその中で何をしたんだろうっていうのは結局分かんなくて、サボとかコアラとか信仰を深めへんかったんかいなみたいなことを思っとったわけですよ。そしたらもうちゃんとバチバチに深めてくれとったと。そしてこの友情の証としてね、この魚人空手をこの受け継いでるというのがすごい響いたなと。まともなこと言っててちょっとうなずいてしまう。昨日ねナメルの話はしたんでね、もういいかなと思って。そういうことか。そう僕はてっきりもうそっちにこう行ってやるのかなってちょっと思ってたんですけど、もうそれも終わった。そういう振りでしたよね。明らかにそれを予期して僕言ったの。俺なんかまともなこと言ってた。すごくいい見識者みたいな返しに来たんで、ありがたい。それはそれでいいなって思いました。でここでドレスローザのロビンさんって言って抱きついてなんか親交の深いやつもなんか回収されてる感じ。そうだ確かにね。そういう関係値気づかれたんだっていうのがちゃんと描かれてるってことですね。であとそのドレスローザで言うのであれば、今回サボとコアラのね会話の中で竜装剣教えようとかってあったじゃないですか。これですね。これ教えようか、ロビンに教えようか言ってて、ロビンはなんかいいわって多分なったんですけど、その後に魚人空手を教えるくだりでサボが相手の核を見抜くんだって言ってるんですよ。そう、サボが使ってる竜装剣と魚人空手ってちょっと共通項があるのかなって思ったわけですよ。サボもドレスローザのコロシアムで物事には全て核があると言って、確かに竜装剣、竜の息吹ドワーンやって壊したじゃないですか。確かに魚人空手を応用した先の武術だったのかなとかって考えると、例えばこれロビンが今回魚人空手を教わりましたと、天井の核みたいなのついてこうバコンって破壊したじゃないですか。だから今後ロビン流のなんかオリジナルのものなんか生まれるからって、花々と魚人空手をこううまく組み合わせて、これランバリ言うとの爆砕転結ですね。ほら出てる、画像出てる、説明出てるちゃんと。ちょっと解説爆砕転結です、まさにこれは。この核をつく感じがね。なるほど。でこれまた僕イメージで近いのが、これも本当ドレスローザ編なんですけど、八方水軍が使ってた八掌剣なんですよね。サイとかがこう足をちょっと相手にやるとボンボンボンってこう波動が伝わってお面砕けるとか、そういうのもあったんで、そことなんか近しいイメージもあるのかなみたいな。なるほど。ワンピースの中にあるいろんな戦闘方法と共通項がいくつかあって、なんか派生とかいろいろしてるのかなっていう想像もなんかフランスで、それはすごく面白いな。ルフィももうちょっと核をついたらもっといけたんじゃない。コンゴルガーンとかやってるけど、なんかもうちょっと核を一個ずつついていったらもうバーン。そうやられた神経。お前はもう死んでるやろもうそれ。飛行もついてくる感じでしょ。8家64章みたいなこうネジみたいな。8家64章言うた人死ぬのよ。死ぬのか。いやちょっとフラグじゃないねそんな。ただ思ったのはこれね、今回この魚人空手を能力者で初めて使ったんじゃないのかなっていうことも思ったんですよ。そうか。確かに確かに。これロビンの能力やったらワンチャン海触ってもなんとかなるんちゃうんかなみたいな。槍波みたいに水こうやって全部ブワーンって持ってこれるのかなと。なるほど。そう、水そのものを操って攻撃できるとね。そう、めっちゃ強い。そしたらもうこれロビンっていっぱい花咲かせれるから、もう一斉槍波ボーンみたいな。それは強い。そうもうジンベエもうびっくりみたいな。100段8段超えてもう漫談ロビンみたいな。そういうことがありえんのかなと思うわけなんですよ。槍波万本ノックみたいな。強い。それは強いよ。そしたらかなり強いんじゃないのかなと思うわけなんですよ。バスターコール級やな。いやすごいっすね。だから対能力者においてはかなり強くなるんじゃないかなと。黒帯とかチーンってしてる。俺何やったよ。初期にいたキャラのねこの不遇な扱いですけれども。まあ確かにね。でも黒帯はもうちょいちゃんと魚人空手で修行しとくべきやったよな。一番空手家っぽかったから。そうあれは形から入るタイプだったんですよね本当にね。残念でしたね本当。確かにそういった可能性も感じるなっていう風な描写ありましたと。デモニアフルール。そう。これがこれね。なんなのこの悪魔の形態。一味
って2年間の間で修行した技を披露してきてたじゃないですか今まで。そうですね。これに関してはなんか今開花した感じするんですよね。ああ、なるほど。なんか練習してこれができるようになりましたじゃなくて、今の状況だからこそ悪魔になれたみたいな。ああ、いろいろ条件が整ってる。開花したみたいな。そう、ウソップがそのドレスローザ編でその見聞色を開花させたように、まさに花だけに開花ということで、うまい技が最短かなみたいな感じするよね。そうですね。このなんか窮地に陥って才能みたいなものが、今本当に私は仲間のためにっていうことが分かったから、悪魔にもなれるっていうことでこうなってるんじゃないのみたいな。確かに。なるほど。ちょっと今小雪さんのこれ裏付ける根拠としては、例えばチョッパーが俺は本物の怪物になるんだ、そうだ、決意したじゃん、2年後に。ね。そうそうそう、もう俺怪物でいいんだっていうふうに自分を認めて、さらに力を飛躍させたので、そういったところがロビンにも生まれたんじゃないの。なるほど、なるほどね。間違いないねこれは。これめっちゃ熱いポイントだ。これちょっとどんぶりさんに聞きたいんですけど、はい、なんでしょう。この悪魔ってブラックマリアが先に言ってるじゃないですか。言ってますね。だからこの世界の悪魔ってこういう形してんのかなっていうことを思ったんですけど、このあたりどう思いますか？そもそも概念として悪魔がこういうのがなんか一般常識みたいな感じあるってことですね。そうあるんじゃないですか。っていうことは、こいつが全部の悪魔の実を生み出したってこと？これの本家版みたいな。はいはい。そうそうそう。これロビンが真似したやつやと思うんだけど、これが過去にいたってことやな。そうそうそう。なるほどなるほど。ゴムゴムの実が始祖の悪魔の実なんじゃないかみたいな話もしたことありますけど、実はそれ花の実が始祖の悪魔の実とか、そういう可能性があるのかなってにわかの僕は思うわけなんですけど。なるほどね。悪魔の実そのものに宿ってる悪魔の姿なんじゃないかなと。そう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 。確かにその可能性あるかもね。これどんだけでかくできるのかな。今これブラックマリアは相当でかいと思うんですけど、確か820センチぐらい身長あると思うんですけども、これ80メートルぐらいだったらもうね、海がし、うわさ確かにって態度バシーンでいけそうやけどね。いやもうジャック対ズイーシャみたいな戦いですよこれ。ほんまにほんまに。コアラもびっくりする。あれ魚人カロって教えたら悪魔になってるみたいな。俺私そんなことして今度は覚えないわよって。ただロビンのね実力によってはどんどんでかくなる可能性もあるかもしれないですね。そうですよね。だって今分身作れるところまで行ったんで、それもなんかナルトのチャクラ量じゃないけども、多重影分身どんだけいける。なるほどね。1000人ぐらいまでいけるからナルトは。その分身もめっちゃ作れたら強いし、でっかくなることもできたら、俺こしチートじゃない。いやチート。かなりチートっすね。悪魔の力だよねこれ完全に。デモ飲みにしますか。デモ飲みや。変えた方がいいんじゃないかな。ほんまに。今回のデモニアフルールは体がちょっとなんか黒っぽくこう描かれてて、なんか悪魔っぽさを表現してるみたいな。なんかこれは黒いのは雰囲気のね表現だと思うんですけど、もしですよ覇気をこれまとわせることができた。なるほど。めっちゃ強いなって。覇気もいや武装色効果とかで黒くなるじゃん、ビーンと。はいはいはい。だからそういうなんか要素もちょっと入ってたら、こんな全身黒になるんやったらもうベルゴさん以来だったね。そうそうそう。なるほど。ベルゴ級の覇気使いになったよこれ。であとはブルックもねちゃんとしっかり仕事してくれるとか仕事して、フォローも万全だったり。一瞬だけちょっとブルックにちょっとはって思っちゃった。なんすか。いや私なら逃げ出しますよとか助けてあげてよと俺思う。確かにね。はいはい。そっちはそっちで忙しいんだろうけども、そうですね。ブルックだけがまだ扉を別に倒してるわけじゃない。そうなんですよ。幹部とはちょっとやり合ってないな。だからこの後に多分ブルックの活躍あるんだと思うんだよね。ああ、まだありますかね。なんかありますか。今雑魚狩り専門の感じになっちゃってる。確かにね。僕見たいんで。ですね。ナンバーズトップそうですかね。一番上の方ね。はいはいはい。あ、いいっすね。もう9とかじゃ相手になってないんでね。そうそうそう。9人はまあちょっと弱かったんで。なるほどなるほど。いいですね。そのこら辺と当たってほしいなっていう。でね。僕今回真剣にこれは提唱したいんですけど、最後ロビンがブラックマリア倒した後、ちょっと疲れちゃったとか言ってブルックに身を預ける部分がありました。その隣のコマよく見てください。皆さん、メアリーズがいるんですよ。メアリーズがゴーとか言ってそこを見てるんですよ。これが何を意味するか分かりますか。メアリーズの音。ゴーっていう音が何を意味するかってことじゃなくて、これ状況を読み解いてほしいんです。どういうことですか。つまりこの見ている先で誰が確認しているかって言ったら CP0 なんですよ。僕はもうことあるごとにですね、これ穴埋めでも何回も言っております。警鐘を鳴らせ、ロビンの身の安全を確保せよ。この運動をずっと続けてきたわけです。じゃあもしかして今ブルック誰と戦うのかみたいな話してましたけど、サイファーポールかもしらんと。めちゃめちゃありえます。なるほど。めちゃめちゃありえる。これいよいよロビンが弱った今だってなって CP0 動き出す可能性めちゃめちゃあるんですよ。なるほどな。マジでこの僕の警鐘を鳴らす活動が実を結ぶ時が来たんだと
興奮しております僕はマジで。なるほどなるほど。言い続けた甲斐があった。絶対行きます。CP0マジこれは怖いね。怖いんですよ。いやこれ見てサイファーポール結びつけるのさすがっすね。いや絶対これ来ると思うんですよね僕は。ちょっと疲れちゃったって言っちゃってるしな。そうそうそう、もう現地取れてるんで、このタイミングを逃すはずがないんですよ。世界一の情報部員たちが。でですね、もう最後いきますか。やはりまあ今回は何と言ってもね、最後の1ページで熟熟の実は人間にも適応できる。それです。これが分かったのでございますよね。桃之助大人になる。もう東野君が言ってたと。だってもう小池さん当てまくってますよね。いやこれはもう世の中みんな言うとったんやけど。みんな言ってた。あ、そうそうそう。これですね、ちょっとお二人にもお聞きしたいんですけども、何歳になると思います？確かアインの能力って数字決まってましたよね。もどもど12歳だったかな。そう、12年ごとにしか若くならないんだよね。そう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 。でも熟熟はコントロールできるのかな。多分そうだと思うんですけどね。まさにアインの相方のビームズのモサモサの実は成長させる能力だったんで、そうかそうかそうか。あれと似てんのかな。なるほどね。動植物にも多分適応できると思いますし。でもまあいくつか可能性あると思うんですけど、当然まず28歳タイムスリップしなかった場合の年齢が28歳なので、ヤマトと同い年で一番ちょうどいいとか、日和とのね年齢差もちゃんと兄弟揃いになって、仮にですけども将軍になるときにまあ立派な大人としての年齢が28歳でいいんじゃないかと。なるほど。であと他のパターンもし考えられるとするならば、例えばなんですけど、アラバスタ編でビビが大人になった証明としてみんなにスピーチをするよっていう式典があったんですよ。あれって当時ビビは16歳だったんですね。その当時スピーチを行ったと。ですが前の着替えのシーンで本当であれば14歳で行うはずだった式典なんですよっていう解説があったんですよ。そうアラバスタでは14歳が一応なんか大人としての成立する年齢みたいなとこも考えられるってことですね。だからそういうなんか10代っていう可能性もなくはない。なるほどなるほど。なんか江戸時代で13歳で成人やったっけ。なんかそんな。元服みたいな。はいはいはい。我が国なんでね、ありえそうですけどね。そうね。そこで大事なのは大人になる理由っていうのは大きな理由になるためですよね。そうなんですよ。ということは別に10代よりも20代よりもちょうどね、人間油が乗り切った時期って30代って言われるんで、30代が一番大きいんじゃないのとは思うんやけども、そうっすね。そしたらガンで年上になっちゃうよみたいな、トランキーとタメですみたいな可能性が。おっさん。そうそうそう。中年になる可能性もあるのか。なんかそういったところとか、あとは海洋類たちが言っていた2人の王が生まれるなんかその110個115個とか、なんかそういう絡みもなんかあるとか。なるほど。これでもなると思います？俺はなると思うんですよね。ああ、なるほどなるほど。カイドとケリをつけるためには桃之助もそれだけの竜にならないといけないのかなって思ってまして。なるほど。ボルブレスとかバンダン吹くんかな。そうそうそう。だから桃之助の竜の力が今のところ明らかになってないっていうのもね気になるところですし。そうですね。そうそうそう。でやっぱりこの成長するっていう意味で言うと、大きな竜になると思うじゃないですか、成長したとしたら。だとしたら桃之助のこの発言、このままでは花の都がワノ国が滅んでしまうっていう発言があったじゃないですか。これは要するに一つはカイドウを倒さないと国がやばいよっていう意味。あともう一つは物理的に鬼ヶ島が花の都に落とされてしまうよってことじゃないですか。だからそれを救うために巨大化した竜でなんか運ぶとか。例えばですけど、カイドウが倒されると焔雲が消えると思うんですよ。で墜落みたいなことになった時、逆に今度桃之助が新たな雲を出現させて安全な場所までみたいなこうなったら、これあっちになっていう。島で飛んでいけるって一番最強の移動手段。そうなんですよ。ドラゴンクエイ5の天空城を壊して同じような。もう興奮しましたね。そう、一番高い山も越えられるからね。そうそう。しかも小ヤッキーさん、そのですね天空城にいたドラゴン、マスタードラゴン。そうなんだ。これはドラゴンなんだ。来るんじゃねマジでっていう。ここも面白いですよね。忍は嫌がってますが、これは強制的に成長させて戦闘可能な年齢まで行くんちゃうかってひいては、この強制的な成長っていう風になってくると、やっぱりこれはハンターハンターの連載再開フレームなんじゃないかって。なんでいやもうゴンがですね、これで終わってもいいっていう覚悟でブワーなったじゃないですか。今回桃之助それの展開でマジで合致してるんで、これちょっと富樫さんから小田君そういう匂わせて入れといてくんないみたいな依頼を受けて、匂わせを、今回こういう展開書いたので、もうそろそろ来るんじゃないっていう。なるほど。そうやね。そういうところを思ったり思わなかったりみたいな。なるほどっていう感じですかね。持ってますね。ここまで深読みするか。めちゃくちゃ深掘ってます。といった感じかなと思いました。はい、面白かったですね。そうっす。
相変わらずの知識量でいやそうっすね。もう本当に今週も面白かったですね。まあ、ついにね、視聴者のみんなはね、のすけさんまで富樫先生の話をしだしたかと、まあ今俺絶望してる頃かと思うんですが、親ちゃんに出過ぎてしまった弊害ですね、これは。仕方ありません。もういよいよ誘惑を僕が語り出したらちょっとやばいことになっちゃう。やばいことになっちゃいますね。そうですね。はい。せっかく最後まで見てくれてる人いるんで、夢あるよね、ジャンプに乗れる。そうですよ、皆さん。この話ちょっとしてほしいな。いやー、第1回のナレキンからこれ始まった流れだと思うんですよ。僕があそこで本気でやったからこそ今があるっていうのは、ずっとなんかいろんなつながりがそこからできていって、ワンピースに関わるそのいろんなことをまあやらせてもらってる現状があるんで、全然まあ誰にでも可能性があるというか、やりたいことに向かっていくとそれがどんどん叶っていくのが、そういう感覚をですね、僕は大事にしていきたいなと。いくら眉毛が太かろうが、そんな関係ないんですよ。自分の精神力一つでなんか切り開ける道もあるのかなってすごく感じました。まあ、ナレッジキングにね、なれずにね、銀メダリスト代表みたいな選手ですもんね。確かに。それはグーの音も出ないですよね、やっぱり。はい。だから今年ももしかしたらまたのすけさんに勝てるのはあなたかもしれないということでね。はい。俺を打ち破ってみろ。結構高い壁ではあるんでね。ちょっと頑張りたいと思います。すごいです。本当でに。モーが8歳から28歳だったら2人と同い年だよね。あ、そうですね。あ、多分本当だ。タメだ。確かに。タメだ。俺らヤマトとタメなの。タメなんですよね。マジかよ。どう？きつくない？ 28になって僕は光月おでんだって言ってる子。あんたきついね。自分きついやん。セットは。はい、ということで今日もありがとうございました。それではアナブの方も見てください。高評価をしてね。See you。バイ。ジャンプに乗った。すごい。ありがとうございます。小屋ちゃんクルーがこの夏アゲアゲ、楽しみいっぱい躍動感。クルーのみんなでもっと盛り上げて。 Twitter、LINE ライブ公式 LINE もやってるよ。フォローしてね。お風呂の場合は小焼きチャンネル。